はい、レファレンス2021です。皆さんはスワップメンテナンスっていう仕組みをご存知でしょうか？今、多くの機械式時計ブランドで密かに進行している大きな転換点の話です。スワップはクォーツ式だと当たり前だったんですけども、機械式でも最近、確か2020年頃ですかね、採用されるケースが増えてきました。私たちメカニカル原理主義者にとってこれは見過ごせない変化なんですよね。今日のテーマはこのスワップメンテナンスの何に私が引っかかっているのか、そしてこれがどれほど静かに、しかし確実に時計業界の価値観を変えつつあるのか、この2つの視点からその全貌と未来を一緒に解き明かしていきたいなと思っております。かつてのオーバーホール、いわゆるオバホは時計職人が丁寧にムーブメントの全パーツばらしを行い、一つずつ洗浄し、注油、再組み立てをして精度調整するという、いわばまさに職人の世界の話だったんですよね。しかしそのかつての光景は時計修理の現場から失われつつあるんですよね。では今はどうかっていう、あえて極端な例を出すんですけども、例えばスウォッチ系ブランドに搭載されるパーマティック80、正確に言うとエタ C07.111 ですね。このムーブメントは大ヒットしたエタ2824系の後継機のため、先代同様の普及機というコンセプトを持っています。なので、それをさらに進化、先鋭化させたムーブメントといった位置づけなんですよね。そこまではいいんですけど、中身はといえば徹底的な合理化設計で環球芯を廃止して、レーザーによる環球調整を工場出荷時に一発で決める構造を採用しています。さらにアンクルとガン車といった脱芯機添付周辺には合成樹脂パーツ、正確にはポリマー製のものが使われてて、分解調整どころか部品交換すら現場レベルでできない設計になっています。このムーブメントにこれまで私が機械式の時計に抱いていたメンテナンスさえすれば半永久的に使えるといったイメージはないんですよね。つまり一度壊れたら工場で整備済みのモジュールとスワップする。極端に言えば丸ごとポン替えするだけ。こういった仕様を知った上で時計が安いと思うかどうかっていうのはオーナーの価値観によって大きく変わるポイントだと思うんですよね。私は機械式時計に興味を持つ方全員にスワップメンテナンスっていう概念は正しく把握しておくべきなんじゃないかなって感じているんですよね。背景には時計技術者の人手不足とメンテナンスコストの高騰があります。ムーブメントの設計は日々高度化、高精度化する一方で、メンテナンスする職人側がそのテクノロジーについていくのはもう限界に来ているんですよね。何より問題は、開発サイクルの早いムーブメントに合わせて、サービス網を世界で確実的に行うなんて非現実的なんですよね。そこでスイス本国で一括整備して各国ローカルメンテには整備済みムーブメントとスワップする。いわばエンジン乗せ替え方式っていうのが取られているんですよね。合理的でいいやんって思いますかね、皆さん。確かにね、めちゃくちゃ合理的なんですよ、これ。でも、果たしてその修理から帰ってきたものを、私の時計って言えるんですかね。今回はそこがね、一番のキーポイントになってくるかなって思ってます。で、ここからはちょっと実例ですね。まずはチューダーなんですけども、MT5612 ですとか MT5652 といった自社ムーブメントを搭載したモデルではすでにスワップ方式が採用されています。チューダーの公式マニュアルにはこんな記載があるんですよね。この内容からするとどうも自分の機械を丁寧に修理してくれる様子はなくて、再整備済みのユニット、またはムーブメントを丸ごと交換される旨の記載があるんですよね。つまり簡易的な修理でもユニット単位の交換が前提っていうわけなんですよ。で、もっと言ってしまえば複雑な修理だとしたら返却されるのは完全に中身は別人ということになってしまうんですよね。そしてロレックスなんですけど、2025年に登場した新キャリバーのナチュラル脱芯機。ロレックス的な言い方で言うとダイナバルス脱芯機になるんですけど、これはロレックスが言うところのオイルの注入量ですとか、塵の混入も非常にデリケートな超精密機構で、
とても現場調整できる代物とは思えなかったんですよね。こここそロレックスがシースルーバッグであるトラパレを採用した大きな理由だと私は理解してます。要はロレックスが定める環境下以外で、裏蓋開封は保証対象外にする布石なんじゃないかっていうことなんですよ。要は中古屋にトラパレにしたから、偽物か本物か確認するためだけに裏蓋開けたりすんなよっていう、牽制してるってことですよね。この構造を見たときに私の中で一つの仮説が浮かびました。これはスワップメンテナンスを前提としたムーブメント設計なんじゃないのかってことですね。つまりリサイクルムーブメント工場で整備して世界中のロレックスに整備済みのムーブメントをばらまく体制が整いつつあるんじゃないのかっていう、そういう嫌な予感がしてしまったってことですね。ここまでの話でエンジン交換綺麗になってラッキーじゃんってそう思う方もいらっしゃるかもしれないんですよ。でも私の中ではここに折り合いがつきそうにないんですよね。例えるならですよ。火葬場で他人の遺骨を渡されてしまうような感覚なんですよ。知らなきゃ絶対気づかないですし、でも知ってしまったら最後、どうも気色悪いっていうこの感覚、皆さんに伝わりますでしょうか？今の時計業界の未来をこの例で表現するとするならですね、今後は効率化のためにでかい焼却炉で一気に焼けるようにしたから、誰の骨かは一切管理しないよっていう、そういう方向で業界全体が動いていってるっていう感じが私はするんですよね。背筋が凍りますね、これ。で、時計を何回もオーバーホした人にとっては、もうその時計ってすでに相棒なんですよね。腕時計ってつながり。要はリレーションシップが生まれやすい製品なんですよね。中身を丁寧に修繕してくれていると信じてたのに、知らぬ間に赤の他人と入れ替えられてるって、後で知ったら、もう虚無感しかないですよね、私なら。ここまで言うとね、どのブランドがスワップメンテナンスしてるんだって気になる方もいらっしゃると思うんで、現時点でスワップ方式を採用しているとされるブランドを公式、口コミからざっくりと私の方でチェックしてみました。すると、低価格ブランドを中心に結構侵食していることが分かってきました。まず一つ目はチューダーですね。先ほど言った通り。あとはスウォッチグループの普及ブランド。ティソですとかハミルトン。日本未上陸なんですけど、サーチナなんかもそうだという風に言われてます。で、あとはカルティエ。これはクォーツ機械式に関わらず、スワップムーブメントによるメンテナンスを採用しています。これは正規特約店によって公式に発信されている内容でしたね。で、これ以外にもですね、未確認なんで、実名はちょっと上げるのを控えるんですけど、一部モデルだけはスワップしてるんじゃないのかと、口コミで言われているブランドっていうのも多数ありました。で、一つ補足だけしておきます。装置系ブランドの話なんですけど、スワップメンテナンスしているのは、パワーマティック80。正式には ETA-C07.111。このムーブメントを使用しているものは、間違いなくスワップメンテナンスなんですけど、他機種ではね、どこまで広がってるかっていうのは不明確でした。で、調べて感じたのは、公式が隠蔽しているんで、ユーザー側でこういったことを正確に把握することが非常に難しいなって感じました。そうなると、実態としてはもっとあるかもしれませんから、メカニカル原理主義者だったら疑心暗鬼になっちゃうなって思いますね。なので、もし視聴者の方で実際に思わぬ丸ごとポン買いのね、こういったスワップメンテを経験された方がいらっしゃったらですね、これ以上の被害者を増やさないためにも、ぜひコメントで情報提供いただけたら嬉しいなと思っております。で、ロレックスはスイスのビルに2029年稼働予定の工場、これを建設中です。で、ここはどうもメンテナンス用の施設じゃないかという情報が、ロレックス YouTuber のムケオさんの現地レポートで言及されていました。そして先ほど触れたように、ダイナパルス脱進機を見た瞬間、私の中でこういった点と点が繋がったような感じでゾッとしているってことなんですよね。
要は、メンテできる職人も設備もこれないんじゃないのって思ってるっていう、それぐらいの精密さだったからなんですよね。ランドドゥエラーの価格が妙に安く設定されているのも、この交換前提による設計によるものなんじゃないのかなと、私は思ってるんですよね。つまりロレックスは今後人を育てるよりも、ユニットを循環させる戦略に舵を切るんじゃないのかと、頭をよぎったっていうことなんですよね。で、この流れはロレックスが口火を切ってしまえば他社も一気に追従して加速すると私は見ています。最悪の未来としては時計はかつてのクォーツショックと同じ過ちを繰り返すかもしれないんですよね。要は合理的だけど心は動かない時計が席巻してしまう、そんな未来をちょっと想像してしまうんですよね。ムーブメントに油を差す職人の姿ですとか、精度を追い込み調整しようとするその手とか、こうした機械式時計が持つ非効率の美学、これが効率化でスパッと切り捨てられるなんて、なんてことでしょうね、これ。僭越ながらここで私の考えを少し申し上げると、こうして合理的にコストカットしていくんだとしたらですよ、機械式そのものが無駄の塊じゃないですか。だから行き着く先って機械式の自己指定しかないと思うんですよ。私は無駄で非効率こそが機械式の価値だと思っています。だからここをね、ロレックスはきっと分かってくれてると私は信じるのみですね、今のところ。そしてこういう話をしていると私はある既視感をね、覚えるんですよ。何かっていうと、これって時計界のテイラー主義になってしまうんじゃないのかってことなんですよ。生産工程の分業化、単純化、作業者の裁量を徹底的に奪う仕組み。スワップメンテナンスが進んでしまえば、世界各地の職人はもはや診断者とか調整者ではなくて、部品交換係になってしまう。そんな未来をね、想像してしまうってことなんですよ。ここでちょっとテイラー主義について補足しておきます。テイラー主義っていうのは20世紀初頭のアメリカで誕生した科学的管理法のことです。生産工程を細かく分業して作業者は考えることなく作業だけをこなす仕組みを徹底したっていうことですね。結果、生産効率は飛躍的に向上しました。けどその代償として職人の創造性ですとか判断力っていうのは切り捨てられてしまったんですよね。スワップメンテナンスが進む時計業界っていうのは、機械式の魅力を破壊するこのテイラー主義に突き進んでいるように私は思ってしまったんですよね。分解せずに交換、誰でも作業できるように標準化、個人の裁量ゼロ。合理性の裏で失われるものっていうのは、本当職人技という文化そのものなんじゃないのかなって思います。機械式時計と切っても切り離せないはずの人間臭さみたいなのが、この流れの中で静かに消されていく。そういったことが心配なんですよね。今回は今、時計業界にひっそりと押し寄せているスワップメンテナンスの波について掘り下げてみました。私は丸ごと交換した方が合理的なのは分かってますし、人は死んだらおしまい。遺骨なんて単なる風習だっていう考えも頭では理解できます。そうです。要は頭では理解できるんですよ。けど心がついてこないんですよね。ここは古い人間だからちょっと仕方ないですよね。この方式を合理的で最高と感じる方もいるでしょうし、私のようになんか嫌だなって感じる方もいらっしゃると思います。ここまでの話を聞いて皆さんはどちら派だったでしょうか？多くのメカニカル原理主義者のように手のかかる相棒を求めるのか、それとも合理的に今だけのファッションアイテムと割り切れてしまうのか、ぜひコメントで皆様の声を聞かせていただけたらなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしたいなと思います。